皆さんこんにちは。島田マシンツールチャンネルです。今日はシャフトワークを効率的に加工し、搬送、検査数値のフィードバック、それらも全部ごく短時間で行えるソリューションの方を皆さんに紹介していきたいと思います。まずシャフトワークってことなんですが、今回の対象部品はこれです。シャフトの首の根っこぐらいを着で掴んでですね、つばのすぐ横に溝入れをするという、加工そのものは非常にシンプルなんですよね。対象部品の、長さっていうのがだいたい全長で 300mm ぐらい。実はですね、私いつも物の長さ測るときに自分なりの基準っていうのがあって、僕の手のひらの長さっていうのは19センチ 190mm っていうことなので 300mm ぐらいかなとか、結構そういうやり方するんですよね。300mm ぐらいあるシャフトワークをチャックの中に入れなきゃいけない。逆に加工を終えたらグッと引き抜かなきゃいけない。これだけでも結構時間って要してしまうんですよね。加工っていうのはこれすごいシンプル、数秒で終わっちゃう加工なので、ワークの脱着の方にはるかに長い時間がかかるという部品です。お客様からどういうふうに提案してくれるんだいと引き合いをもらった時に、私の方で選定した機械っていうのが当社の2スピンドル旋盤 2SI6 っていう機種です。2スピンドルっていうのはですね、世にある2スピンドルとはうちちょっと系統が違うんですけど、チャックはやっぱ2つありますね。加工するステーション、刃物台っていうのは1個だけなんですよ。扉の中側でスピンドルがあってタレットがあって加工してる、これだけ言えば普通の NC 旋盤なんですけど、この扉の外側でもう一つのチャックでワークの脱着をやってるマシニングセンターでいうパレットチェンジャーみたいな、そんな機械になりますので、長いワークの出し入れだけでも時間かかるっていう部品にはうってつけの機械かなと思います。この機械のちょっといいところっていうのが、ここの前が全部開いてるんですよ。この機械で言えば材料をチャックの中にぐーっと押し込んであげるためのこの押し込みのシリンダーが今ここついてますけど、それはこの部品の押し込みのために選択されたのであって、スタンダードではこの前は何もないんですよね。過去にですね、もっともっと長い 800mm とか 900mm ぐらいあるこういう長いワークでも、この正面側からずっとこう中の方に押し込んであげるということができる機械ですね。押し込んであげるためのスペースは扉の外側で確保されてるから、機械そのもののサイズってこんなコンパクトなんですよ。対向位置リッチにタレットがあったら機械の幅なんてもっともっとすごい長い機械になってしまうはずなんですが、これぐらいコンパクトでもシャフトワークに対応できるっていう機械になりますね。順番にこの機械の一つ一つの搬送装置だとかも説明していきたいと思うんですけど、ご覧のようにロボットが2台機械についてるんですよね。機械のカバーの上にちょんと乗ってるのと床置きされてるのとあります。なんでわざわざ2台ロボット配置するのかっていうことなんですけど、今回このお客さんの方で要求するサイクルタイムっていうのが12秒ぐらいに収めてほしいと。生産量から比較して12秒とかを超えてくると機械が2台必要になってくる。でもなんとか1台で済ませたいな、投資を済ませたいなというそういう要望だったから、12秒の中でブランクパーツをもちろん入れるという作業があり、溝入れをするとかね、外形加工するとか、そもそもの加工があり、加工し終わった部品を外すという工程があり、外した部品をこれであればそのコンベヤーに置いてる。さらにはこのお客さんっていうのは加工した部分を全部検査したいと。全てのご要望を全部含んで12秒ということだったので、それを1台のロボットでこんだけ長い部品をググッと引き入れて引き抜いて、これだけでも結構時間かかっちゃうんで、12秒ではちょっと無理だろうなと判断して、カバーの上に乗ってるロボットは材料を入れてあげるだけ。床に置かれてるロボットは今度加工した部品を引き抜いて検査装置に置いて、で検査結果に応じて OK なものはこの搬送コンベヤーに置くし、 NG のものは NG 箱に捨てるしということで、インのロボットとアウトのロボットっていう風に分けたんですよね。インとアウトのロボットが一生懸命いろいろ働いてる間に同時に扉の中では加工をしてると、この3社がみんな一生懸命走ってるっていう、それでなんとか12秒っていうのを達成するという、そういった機械です。機械としては専用機というわけではなくて、従来ある 2SI6、2SI6 という機種にお客様のご要望を、お客様の鍵穴にちょうど合う形の鍵をお作りして入れるみたいな形で、要望を 100% 満たすにはこういう搬送装置と検査装置だなって言って出来上がった、そういったカスタマイズですね。当社っていうのはお客様のワークありき、サイクルタイムとかスペースとか予算とかご要望ありきで、うちの中であるスタンダードの機種の中からそこにオプション組み合わせて都度提案するという形をとってますので、お客さんからご要望いただければ考えてみますけど、
りあえずこの機械に関して一個一個ちょっと説明していきたいと思います。まずはですね、ブランクパーツを流すコンベヤーです。お客さんの工場に伺った時に、古い機械に取り付いているストッカーから一個一個切り出してっていう、そういう装置はあって、それはそのまま流用したいってことだったので、流用できるような位置関係とか幅とかそういうことだけ満たせるように、シンプルにこのコンベヤーをうちでは用意しました。今回はですね、実は対象部品が4種類あって、お客様はもうこの4種類をもう頻繁に段取り替えしてっていうことをおっしゃってたんで、幅調整とかが極力ないように、単純にコンベヤーは流すだけっていう形で考えました。次に上側のロボットが部品を掴んで機械に投入してあげる。加工が終わったら外側のステーションに出てくるので、床置きになってるロボットが完成品を取り出して、まずここのテーブルに載せるんですよね。この2つが画像検査機です。非常に優れもので、1秒経たないぐらいでワークの何十箇所の寸法をもう同時に測定しちゃう。その寸法の結果に応じたフィードバックなんかもすることができます。なんでじゃあ今回画像検査を選んだのか。実はお客さんから計測を頼まれたんですけど、お客さんっていうのは過去にそんなにたくさん計測っていうのをやってなかったので、適当にいいの考えてっていう、そういう形だったんですね。ワーク点数も4品番あるし、検査する箇所を何箇所も同時に測りたいって言っておられたので、じゃあいちいち4品番に応じてカメラの位置だとか検査装置の位置を幅調整してなんて、そんなのお客さんめんどくさいと思うんで、画像検査機であればその視界の中に完成部品を置いてさえしまえば検査してくれるので、画像検査っていうのを選択しました。検査終わったらもうすぐにそのまま床置きロボットは完成品を流すコンベヤーに置く。で、もし NG 品であればこの箱に捨てるっていう、そういったことを一連で行います。これが12秒でやりたいっていうのがお客さんの要望だったんですけど、今現状ですね、11.5 秒ぐらいでできてますね。私がずっと喋っててもですね、退屈だと思いますので、実際この機械が動くところっていうのを今からお見せしたいと思います。このように溝の外形だけではなくて、溝の幅とか頂点部分の R のサイズとか、溝の壁の角度とか、様々な寸法を測定する。そしてその結果をフィードバックすることができます。このように寸法以上を検知したら、ロボットがこの NG パーツを取り出して専用の箱に捨てるということを行います。この部品のように加工時間は数秒で終わるんですが、ワークの脱着の方にむしろ長い時間を要してしまうような、そういったケースにはこの機械っていうのはもう最適な選択だと思います。お客様は切り子が出ているということが唯一の付加価値を生むものですので、ワークのその付け外しをしている時っていうのは付加価値ではないので、これをいかに最小化するかということで、この機械のように加工と脱着っていうのも同時に行ってしまうっていうのがいい選択になると思います。逆に言えば加工時間が例えば5分とか10分とかね、15分かかる。しかしワークの脱着が例えば15秒とか20秒30秒程度であれば、それほど大きなメリットにはならないのかもしれませんが、ほとんどがワークの脱着が占めてしまうようなワークであれば、とても大きな生産性改善につながると思います。いかがでしたでしょうか。シャフトワークはとりわけワークの脱着に長い時間を要するワークです。シャフトワークの長さにもよりますが、そういった問題を解決するのにパレットチェンジャーのような方式を取る NC 旋盤というのが一つのソリューションになってくると思います。皆さんもこの動画をご覧になって、もしシャフトワークですとか非常に複雑形状をした部品でワークの脱着に長く時間を使っている、そんなようなお悩み事がありましたら、ぜひこちらに気軽にご相談ください。今日はどうもありがとうございました。